皆さんこんにちは。ディレクターさんもこんにちは。 YouTuber 兼漫画家ボイチです。それでは皆さんの意見と質問を読んでみます。今回は英語チャンネルにあった質問です。先生の絵が好きです。先生の作品のスタイルは多様じゃないですか？クリップスタジオでみんな同じペンブラシを使うんですか？それとも他のものも使いますか？まずお答えしますと、全部同じペンブラシを使います。ただセカンドブラシが少しずつ違うかもしれません。違うかもしれないということは、同じ場合もあれば他の場合もあるということです。私が同じブラシを使う理由は、スタイルを作り出すのはこのペンではなく私の手だからです。スタイルごと、作品ごとにペンの種類を変えずに自分の手を信じているけど、自分の手を信じなきゃペンの種類を変えるのは下手だよと全くそうは思いません。むしろ変えない自分が下手だと思います。変えられるなら変えた方がいいです。道具を変えてスタイルを追加で作り出すことがはるかに良い選択です。これがかえって講談社のやり方です。私が使えませんが、素晴らしい方法はたくさんあります。作家たちは少し自分だけのこだわりがある必要があります。正解側に立っているのは評論家で、作家ではありません。クリエイターたちが正解、正論の道を歩いていくのがいいでしょうか？教科書を作るとき、正解、正論を適用することは正しいです。例を挙げてみましょう。ある日本料理の料理人がいます。この料理人は本当に有名な職人が作った包丁だけを使います。その包丁以外には料理をしません。この職人が包丁をこれ以上作れない状況になって、残りの1本と包丁が使えなくなる瞬間、私は料理人の道を引退しますという料理人です。その包丁だけを使って料理をするんです。この場合は辺境そのものです。これは一体どういう考えですか？論理的な理由なんてありません。包丁1本で料理人の道を行かない理由があるでしょうか？料理人の家族とスタッフ、この料理を食べに来るお客様に、私は包丁がないから引退します。これが正常ですか？さて、それではその料理人の考えを変えるべきでしょうか？他の包丁職人を探すべきだと思います。違います。包丁1本でむしろ賛辞を受けながら偉大な料理人として残るでしょう。これだけで偉大ではないが、偉大な料理人の一面を持っているのです。そして彼の弟子たちは、包丁のせいで生計が苦しくなった。そのまま私が持っている包丁を差し上げますので、ずっと料理してください。こうしましょうか。多分引退する時、泣きながら先生がとてもかっこよくて、先生に学ぶことができてとても良かったです。この瞬間にここにいてとても光栄ですし、残りの人生この瞬間を胸に抱いて生きていきますと言うでしょう。私の生計の維持よりもっと大切なものをもらってしまいました。この後、他のどの食堂で働いても、その包丁1本のこだわりがあった料理人の弟子、出身というのがどこに行ってもとても大きな力になると思います。それが立派な料理人の道なのです。ひねくれたがあの方のこだわり、評論家がそうだと考えてみてください。料理人なんだよ、この包丁だけ使わないと、この包丁がなくなったら料理人という職業は消えなければならない。みんな引退して当然だよ。こんな評論家どう思いますか？狂ったやつです。評論家は正解に行かないといけないけど、何かを創作する料理人やクリエイターたちは少し歪んだのがかえって悪くないです。それで私はいろんなブラシより1本のブラシにこだわる。これは私だけのこだわりです。いい比喩になるといいですね。次の質問を見てみましょう。オーストラリアからご挨拶申し上げます。質問があります。いいストーリーがあるんですが、それを活かせば良い絵の実力も必要なのでしょうか？いい漫画作品を作るには両方とも一緒に必要なのでしょうか？という質問をくださいました。ディレクターさんはどう思いますか？当然2つとも良くないと良い作品が出ないのではないですか？当然必要ですが、どちらか一方が足りないといい作品にならないわけではありません。良いことが全部当たればもっと良い作品です。良い作品とより良い作品は違います。
この作品は絵が良ければもっと良かったかもしれません。この作品はストーリーが良ければもっと良かったのに。私たちがいいストーリーと絵の勉強をもっと熱心に努力する理由は、より良い作品を作るためです。良い作品を今作れるかどうかの問題ではありません。例を挙げてみましょう。絵の実力もないし、ストーリーを書く能力もないし、ストーリーの書き方についての本も読んだことがない戦場にある漫画家志望生がいます。戦争中もこの人は漫画家志望生の夢を叶えるために、暇さえあれば小さな手帳に漫画を熱心に描きました。おい、ボイチ東平、あなた今何してるの？私は漫画家が夢なので、戦争が終わったら鬼滅の刃のような漫画を作ってみたくて練習を少ししました。と言うと、ボイチ東平、こいつ夢を持つということはいいことだよ。君は必ずこの戦争で生きて帰らなければならない。そういった大尉は翌日戦死し、それをまた漫画で描くんです。私を応援していた船長は翌日爆発で戦死した。この事実を漫画で描きます。絵はうまく描けませんでした。後でこのボイチ東平も1ヶ月後に戦場で戦死します。しかし絵を描いたその手帳が残りました。戦争が終わって誰かがボイチ東平の手帳の絵で漫画にしました。その漫画を見る人の中で、ストーリーの起承転結もないし、ペンタッチが揺れて絵もめちゃくちゃだね、いい道具でもない、ただボールペンで描いたのかな、この人は漫画家の資格がないと言ったなら、これが正しいでしょうか。私の人生にこんなに素晴らしい作品は初めて見ましたというのが正しいのでしょうか。当然後者でしょう。ストーリー、絵は全部いまいちじゃないですか。そんな状況で漫画を描いたということ自体が素晴らしいのです。だからストーリー、絵がいまいちでも良い作品が出ることができるのです。これは極端な例だが、平和な国の平和な村でいつかは漫画家になることを夢見る17歳の少年が、ある食堂で皿洗いをする仕事で就職をしました。この少年も皿を拭きながら、休み時間にはポケットから手帳を取り出して一生懸命絵を描きます。このように作った絵がいまいちでしょうか。十分感動の漫画になれます。なぜか、まさにその食堂が包丁が折れると料理人を引退するという、そのこだわりのある料理人さんがいる食堂なんです。そのように漫画を描き始めてから3週間が経ちましたが、その包丁が折れたんです。その話をそのまま描きます。世の中にもう1本しかないその包丁が折れてしまった。そのようなストーリーを描けば、本当に良い漫画になることができます。いい漫画を作るのに、絵の実力、ストーリー能力も必ず必要なものではないということです。しかしボイチ東平が絵の実力が最高に上手だったらどうでしょうか。そうすればより良い作品になるのです。韓国戦争の時、偉大な画家がいました。この方はガムの紙に絵を描きました。戦争中に紙がどこにありますか。その方のガムの紙の絵だけ文化財に指定されたんですが、韓国戦争でガムの紙に漫画を描いた人はもっといたはずなのに、なぜその方の絵だけが文化財になったのでしょうか。実力が優れた偉大な芸術家だったからです。優れた絵の実力と優れたストーリー構想能力はいつも正解です。より良い能力はいつでも正解です。いつも正解であることをぜひ覚えておいてください。でも必ず全てのものが揃わないといい作品が出るわけではありません。しかし備えていればより良くなるのです。なので私も皆さんもそういう実力を積むために今日も明日もずっと努力しているのです。それではブラジルのチャンネルの意見や質問も見てみましょう。